こんにちは。今回はネジの頭隠しをやっていきたいと思います。まずは竹用の切り8ミリで適当な深さの穴を開けていきます。これが一番針のない綺麗な穴が開きます。今回使う工具は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。次に 2.3 ミリの切りでネジの下穴を開けていきます。端の方にネジを打つ場合は特に割れやすいので必須です。打つコーススレッドは軸径 3.3 ミリです。まずはこの工具でダボを自作していきます。同じ材料でダボが作れるので目立ちづらいです。私はインパクトを使ってしまっていますが、ドリルドライバーの方が綺麗なダボが作れます。振動がない方が綺麗な丸になるからですね。木目が細かくて詰まっている部分で作るとより綺麗なダボが作れますよ。使用するボンドは木工用なら何でも OK です。木目の方向を合わせてずれないように打ち込みます。あとはノコギリで出っ張りを切り落とします。最後にペーパーで磨いて完成です。ちなみに120番を使っています。わかりやすくオリーブオイルを塗ってみます。土台との接合がずれていますが、ネジの頭隠しがメインなのでご了承ください。綺麗ですね。この上から水性塗料やオイルフィニッシュなどどんなもので仕上げても綺麗に決まります。次はなるべく細かい木の粉を用意します。ペーパーの削り粉が最適です。それとサラサラな瞬間接着剤であれば何でもいいです。粉を穴の中に少しずつ入れて瞬着で固めていきます。少しずつでないと瞬着が奥まで浸透しづらいので 2,3 回に分けます。その都度瞬着を一瞬で乾かすプライマーを使って効率よく作業します。最後にペーパーで磨きます。少しまだらになっちゃいましたけど、粉の色を合わせて瞬着をたっぷり含ませればもう少し綺麗に仕上がると思います。このやり方はとにかくスピードが速いので、上にペンキを塗る場合や穴が数段階濃くなるので、あえてワンポイントにする場合にとても優れている方法です。次の方法は木の粉に木工用ボンドを混ぜてパテにして穴を塞ぐ方法です。ここではタイトボンドを使っていますが、サラサラすぎて乾いた時に引けやすいので、粘りのあるよく見る黄色い容器の木工用ボンドを使うのがおすすめです。粉とボンドの比率は動画を参考にしてください。粉が若干多くてバサつきそうでバサつかない感じがおすすめです。パテを穴に入れるときは何度もしごき入れるのが隙間なくきれいに仕上がるコツです。少し過剰にもっこりさせて乾いた後引けても穴がへこまないようにします。乾いたら磨きます。
試しにオイルフィニッシュで仕上げてみます。ちなみにワトコオイルのミディアムウォルナットです。ミディアムウォルナットと馴染んでいい感じですね。ボンドの乾き時間が数時間かかるのでそこが難点ですが、ブラウン系のオイルとマッチしやすいので時間があればいい方法ですね。同じ材料できれいにダボさえ作ればダボ埋めが一番おすすめですね。ボンドを使わなかったら後で外すこともできますよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。